今夜皆さんと共に覗くのは、かつての英国を震え上がらせた呪われた王の記録。その王座には死の匂いが染みついていた。バーチャル怪談百物語。1547年1月、ロンドン。灰色の霧が川面を這うように漂うその夜、宮殿の奥の間には一人の男が横たわっていました。かつては英国一の美丈夫と謳われた男。しかし今、その肉体は180キロを超え、腐敗した足からは絶えず黒い海が溢れ出していた。周囲の家臣たちが花を覆い逃げ出したいと感じた王の最後とは、歴史の教科書が語らないあまりにも壮絶な深淵。あなたは最後までその目で見届ける覚悟はありますか？肉体という名の牢獄。かつての輝きは消え去り、王を包んでいたのは金銀の刺繍ではなく、自身の体から漂う腐敗臭でした。足に開いた穴からは絶えず黒い海が滴り落ちます。医師たちは毎日その傷口に焼いた鉄を押し当てた。しかし海は止まらなかった。皆さんは自分の体がゆっくりと腐っていく感覚を想像したことがありますか？1536年の落馬事故。その傷が引き金となり、足の腫瘍は何十年にわたり腐敗し続けた。エソが骨にまで達していたという説も今日では有力視されています。体重は生涯最後の数年で急増し、180キロを超えた巨体は自力で立つことすら不可能な状態でした。廊下を移動するための特製の車椅子、王座へ運び上げるための機械式の滑車装置、それがかつて戦場をかけた王の末路でした。そして食欲という名の執着が彼をさらなる地獄へと引きずり込んでいった。一日に摂取するカロリーは現代の基準をはるかに超えていた。痛みを和らげるためのアルコール、孤独を埋めるための暴食、王としての権力もこの腐敗を止めることはできなかったのです。斬首された王妃たちの嘆き。暗い寝室で王は何を見ていたのでしょうか。彼が命じて首をはねたアンブーリン。望む、お前は必ず報いを受ける。タワーグリーンに散った血。彼女の冷たい瞳が闇の中から王を見つめ返していた。そのような記録が宮廷の文書の端に残されています。歴史は事実を記録しますが、王の孤独な叫びまではすくい上げません。6人の妻のうち2人を処刑に送った男。しかしその晩年、彼は繰り返し修道士という言葉を叫んだといいます。それは自らが解散させた修道院の亡霊への恐怖だったのか、それとも流した血への贖罪だったのか。死の床で王が叫んだとされる言葉は修道士と血。その2つだけが記録に残っています。誰にも愛されず、ただ死を待つだけの王の耳に届いたのは、かつての妻たちの冷たい笑い声だったのかもしれません。
爆発した棺、呪われた結末、死んでもなお王に安息は訪れませんでした。1547年1月28日、ヘンリー8世は息を引き取ります。遺体はウィンザー城への移送のため鉛の棺に収められた。しかし移送の途中で棺が突然破裂したのです。腐敗したガスが内部に充満し、棺の継ぎ目を押し破った。床に漏れ出したのは言い表しがたい異臭を放つ黒い液体。そしてあろうことか野良犬がその液体に近づいた。思い出してください。かつてヘンリー8世が修道院を解散させた際、一人の修道士がこう警告したと伝えられています。犬が汝の血を舐めるだろう。それは偶然の一致だったのでしょうか。それとも王への最後の審判だったのでしょうか。最高権力者が迎えた史上最も汚いとされる葬儀、棺の修復に一晩を要したその朝、ウィンザーの空は異様なほど静かだったといいます。歴史という名の永劫の法廷、地上の法廷には期限があります。しかし魂を裁く法廷に終わりはありません。ヘンリー8世の悲劇は権力と欲望の果てにある虚無を象徴しています。6人の妻、2人の処刑、解散させた修道院は800を超えた。地上で裁かれなかった罪はどのように清算されたのか。今夜あなたが眠りにつくとき、どこからか腐った花のような香りが漂ってきたら、どうか注意してください。それはまだ裁きを終えていない王の足跡かもしれません。チャンネル登録と高評価で次の歴史の深淵へ。コメントにはあなたが最も戦慄した場面を教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。うん。